イエローイエローと申します。私は黄色というカラーをベースにデザインやコンテンポラリーアートの活動をしております。僕はずっとロゴマークとかパッケージとか広告のグラフィックデザインの仕事をやってたんですけれども、3年前に多分東京のストレスのせいで急に黄色に執着してしまって、そこから黄色いものを集め始めたり、黄色いものをよく食べるようになったり、黄色い仕事しかやらないみたいな方向になっていきました。例えばタクシーとかなるべく黄色いタクシーに乗るようにはしてるんですけれども、ちょっと 1,2 台待って黄色いタクシーに乗ることによっていろいろ見えてくることがあったり、あともちろん黄色いタクシーの会社の仕事を今後やる可能性も高いので、そういうタクシー会社の思想であったりサービスっていうのが分かるということがあるので乗るようにしています。これからイエローのカラーでロゴマークなどをデザインしたアンティークドアのお店レアントさんに伺おうと思います。こちらのお店は100年ぐらい前のアンティークドアをイギリスとかから輸入した東京でも珍しいお店で、すごく魅力的なアンティークのドアがいつも揃っているので、仕事とは別にドアをちょっとチェックしに行ったりすることがございます。店長の宇田川さんとは常にこちらのお店のデザイン的な方向性をいつも話し合ったり、一緒にイギリスとかまでアンティークドアの買い付けを同行したりするようなことがあります。これはどこ？イギリスですね。これもイギリスですね。1920年代。1920年代。まあでも何層もあれですもんね。そうですね。もう向こうの人はもうペイントする文化で。そうなんですよね。なので剥がすとああいう感じでいっぱい色が出てきたりとか。はいはいはい。もう本当昔からそのドアが好きで、世界中のドアを集めたいなと思ってこの仕事を始めました。今まで集めたドアでそうですね、1000枚ぐらい。やっぱり海外とかに行くとかなり日本とは違うデザインが多く、僕は基本黄色いものしか見ないようにはしてるんですけれども、それでもかなり日本との文化の違いっていうのが僕のデザインを高めてくれたり、逆に日本のデザインのことがよく分かったりするということもありました。こちらも黄色でロゴマークをデザインしたり、店内のポスターなどを担当しました燻製肉とか加工肉のシャルキュトリーと言われているものを中心と出しするお店で、とても美味しい黄色いコンフィの料理とかありますので、食べに行ったりすることが多いです。食べ物も結構黄色いものを食べることが多いんですけれども、それはやっぱり味とデザインが結びついたりすることが多いので、黄色いものを食べることによってデザインやアートの方の次元を高められたりすることが多いので、よく食べるようにしてます。
バーリポさんはもともと黄色いイメージカラーのお店ということがあって年に一度展示をしたり、あとお店にもよく飲みに行ったり、イエローオフィシャルバーでございます。小さい時から考えると黄色は特に興味がない色で、どっちかというと苦手な色確かであって、おそらく自分の中になかった色に急にこう何か惹かれるものがあったのかなという感じです。最初は衝動的にストレスのはけ口として集めたりしてたんですけれども、だんだんいろんな国に行ったりして黄色いものを集めていくことによって、その文化のことがこう浮き彫りになったり、いろいろ得られることが多かったため、それがどんどんこうエスカレートしてるというか感じです。最初はいろいろものをただ集めてただけであったんですけれども、知ったアート関係者がちょっとアートとして面白いのでぜひ展示をしたいということで、初めて個展という形で展示を行いました。海外のアートの雑誌とかが取り上げたりしていただいて、アートとしての活動がこうスタートしていったという感じです。世界のいろんな国に行って思ったことが、もちろんその個人によっても違うんですけど、全般的に例えばポーランドだと強い嫉妬の色だと言われたり、アメリカだとやっぱり子供っぽいっていうかちょっと臆病な色だと、あと中国だとちょっとエッチな色だとイエローはっていう、国によって全く違う意味を持ってるっていうのはすごく面白いなという経験はあります。日々、黄色い仕事でこう暮らしていくっていうのが一つ目標ではあるんですけれども、今一番難しいゴールとしてはパスポートの名前をイエローに変えるというところですね。僕の中で持ってる言葉がありまして、1+2はイエローという言葉になります。それは普通 1+2 は3と教わってきたんですけれども、僕の活動においてはそこの常識は正しくはなく、1+2はイエローという信念のもと活動を行っております。